きます。共同経営や機械のシェアなど、やればもっと生産性が上がるのは確かなのに、話を進めるのが難しい。どのような取り決めをしているのかと気になります。です。今回の。なんか、あまり期待に沿った回答ができなさそうだな。我々の体型だと。ああ、まあ、そっか。なんか、ちょっと違うのね。ここだけじゃなくて、機械のシェアってさ、他の農家さんとかもあるじゃん。うちだったら、ポテトプランターもそうだし、小麦もそうだよね。小麦ドリル、そうだドリルとかも。うちらも最初そうだったよね。そうだね。お互いの家にない機械、うちにはロータリーしかなくて、夏のとこにはパワーハローしかないから、ちょっと貸してから始まって、割とさ、他の農家さんだったら借りて、なんかお礼に缶コーヒーの箱あげてみたいなやつだけど、りょうくんはありすぎて、なんかもうわけわかんない。缶コーヒーだらけになっちゃうから、お互いの家が缶コーヒーだらけになっちゃうから、別にいらんし。だからもう共同で、もう一緒の機械みたいな感じで使ってる。なんならトラクターもね。あ、まあそうだよね。何でもそうだね、今ね。何でもそうだね。細かいものからでかいものまで。でもなかなかそうはならないよね。いやー、難しいでしょ。本当にその1個の機械だけ、じゃあ一緒に買ってならわかるけど、何でもかんでもってなるとさ、本当にそのお互いの性格とかも合わないと無理じゃない。あんまりきっちりかっちりしてる人だったらそうだね、きついよね。使いたい時期もそうだよね。かぶるし、大面積でやったら、まあ芋7丁10丁植える1日じゃ終わらんからさ、2日3日かかるから、その2日3日の一番天候が良くて気温良くての条件の時にそれはみんな植えたいから、そこでね折り合いつけれる人同士だったら全然できるけど、なかなか難しいよね。たまたまその機会を持ってない人たち同士が合うかどうか。いやほんとそうだよね。うちはあれか、ポテトプランターとカッティングプランター、芋植えるやつと小麦植えるドリルシーダー、中名の赤い機械はもともと別な農家の人と共有だったんだよね。それは未だに続いてるし、そこに今度寮が後から加わってやってるんだけど、取り決めでしたっけ？取り決めがどうのってさ？話が決めるのか難しい。どのような取り決めをしているのか。例えばここで言ったら取り決めは別にないんだけど、その他の農家さんと一緒に使ってるその2台だけは修理とか、なんか加工とかするってなったらもう完全に折半、面積とかじゃなく折半、こっちが1丁しか作ってなかろうがあっちが10丁作ってようが折半だし、使う時期もまあ別にお互いの他の作業も見て天気も見て、先にどうぞって言ったり、うち後でいいよとか、去年うち先使ったから相手のところが後に使ってさ、で相手のところに機械があるから、じゃあ今年先使っていいよみたいなのもあるし、それさ、格納する場所は毎年順番みたいな感じで変えてんの？変えてない。もう時期で先に巻きたい、で後に巻くことになった人が格納するみたいな。もうあるし、倉庫空いてないから入れといてもあるし、それで済めばいいよね、本当ね。そうだね。うちは牛をやめてから倉庫がガラ空きになったから、割と機械は置けるから、牛やめてから2台ともうちに置いてんのかな、多分今。あるね。ある。して整備とかは自分家が終わったら全部ウィルスアップから全部整備して、そうだね。油さして洗って持ってくみたいな。ここだけだね。油も何もささずに、はい持ってて。すぐだもんね、持ってくる。そうなんならね、だってそのままトラクターで相手の家行ってかけてとかもあるから、やっといて。スプレーヤーでね、
あったね。あったね。あ、そうなの？そう。夏やんちが4000リットルで、うちが1500のマウントだから、何リッター ?250 リッターだっけ？なんか、メモリがないんでしょ。そうそう、250リッター以下は、もう何入ってるか分かんないんだよね、みんな。で、250リッターのところになかったから、もう水が。何入ってるか分かんないけど、まあ、でも余ってるのいっぱい。うちコーン防除したんだ。足りなかったら嫌だから700ぐらい作ってったのよ。だけど、まあ、200ぐらい余るじゃん。で、もったいないし、領地も 0.5 ヘクタールしかないから、これに追加して撒いちゃうかなと思って、料理もう防除したって聞いたらしてないって言うから、そのまま薬と水追加していって、きれいに巻き切って、おしまいみたいな。そうそうそう。スプレーを貸すというよりは、もう、防除ごとしてあげるみたいな。そのね、もう作物ごとの面積もね、お互いの分かってるし、ほぼ同じにしてるから、把握してるからやりやすいよね。でも嫌だよね、普通さ。そこまで仲良くなかったらさ、防除さ、人に頼むってさ。無理でしょ。無理だね。怖いよね。怖い。防除はまあ頼まんな。頼まんな。頼まんし、量多分、他の農家とさ、共同体制してるの嫌でしょ、きっと。農機具。農機具？別に快くやる？いや、やらない。やらないんだ。いや、この夏やとのもう、共同に慣れちゃってるから。まあ、ないよね、でもね。まあ、ないね。今、そんなにいないんじゃないか。共同で使ってる。みんなね、個人で持ちたがる人多いよね、結構。でも、個人で何でも持つの大変でしょ。だって、カッティングプランターなんて、2日ぐらいしか使わないのにさ。そうだよね。新品買っていくらい500万とか。なの？そうなの？400万、400万とかするのかな。アルーダとかにめっちゃ並んでるよね。並んでるね。100万円しないぐらいの。全然中古でいいです。中古でいい。中古大好き。だから、そのシェアとかは、お金は発生してない、ものとかも発生してないけど、そのアルーダとか中古で買ってきたものは、ちゃんと折半してっていう感じだよね。そうだね。一緒に使うものは、もうなんだ、箱止めるテープとかそういうもう、ちっちゃいものも全部折半で買ってる。たまになんか、そのさ、自分一人で買いに行ったりしてさ、でまあ1万2万でしたとか、なんかそんなことよくあるからお互いに、薬もね、なんかなかったらちょっとあげるとかもさ、半分あげるみたいなのもあるし、そこまでを全部やってるとめんどくさいというか、そうだよね。仮に自分が年間通してそれで、数万十数万損したとて、なんかそこまできっちりやっちゃうぐらいだったら、別にそれぐらいの損だったら、量とだったら別に全く気にせずにやれるから。ほんとそうだね。前も言ったかもしれないけど、経営者としては別々な形態だから、それで一緒にやるってなると、まあ多分難しいというか、あまり他の人がやりたがらないというかさ、結構むずいやり方なのかなとは思うんだけど、気をつけるようにしてるのは、基本的にはもうお互いの負担だったり、お互いのその損得を本当に 50-50 で見て、50で50ね。知ってる。そう。50、そっか。50が50。60。だよね。50、50になるようにできるだけして、で、だけど、1%、51、49ぐらいな感じで心がけておけば、長続きするだろうなっていう、なんかそういう感覚でやってる。し、あんまりそのなんか細かいお金とか細かいことにこだわらないから、2人とも。そうだね、そこがいいよね。なんかそこ気にしちゃう人だったらさ、無理じゃん。無理だね。最初仲良くても、なんか仲良くなればなるほど嫌なとこ見えてきてみたいなタイプだったら無理じゃん。そうだね。自分の利益を本当に考えないようにしてる。ちょっとでも得しようとか絶対考えたらうまくいかないから、よく学生時代の友達と一緒に共同で起業しましたっていう人がいるんだけど、それがうまくいかないのは、やっぱりその学生時代
とは圧倒的に違うのが、そのお金がすごく絡んでくるところになってきて、そのお金の面で合わなくてダメになるみたいな。でもね、それこそ揉めないのみたいなさ、昨日もね、そんな言われんだ。昨日もさ、夜中人来ててさ、3人で話しててさ、喧嘩しないの、たまに聞かれることあるんだよね。喧嘩するの？だって30だよ。この年になってね、そう、社会人になってまずなんか喧嘩をするほどのなんて言うんだろうか、熱量がないわけじゃないけど、イラッとすることがないんじゃない、そもそも。イラッとはしないし、それこそさっきもあったんだけど、なんかって思っても結局どっちかもしくはどっちものただの勘違いというか、ちゃんと通じ合ってなかっただけでしかないのさ、いつもどうせ。だからもうその瞬間、量もそうだし、何か思ったらすぐに言ってくるし、こっちも言うし、なんていうんだろう、後腐れないというかさ、ためない。し、どうせなんか自分がって思ったことも相手と考え方とかその根本が、ここが違ったんだねっていうのがあったり、ここで食い違ってたんだねっていうのもすぐに判明しちゃうから、喧嘩には多分両ともならないし、多分誰ともならないと思う。別にこの年になって。まあね。周りからでも言われるよ、結構。同い年で、近くで、全部一緒にやってて大丈夫なのみたいなさ。いや、やっぱあるんだろうさ。自分はこうしたいっていうのがみんなさ。そんなプライドないしね、我々ね。よかったね、なくてね。ないわ。でもそれこそね、これも気をつけてることなんだけど、気をつけてるっていうか、他の人だったら、なんか思ったこと言うときに結構どの言葉を使うか、同じ意味の言葉でもさ、日本語っていっぱいあるじゃん。でもどの言葉を使ったら角が立たないかなというか、丸いかなみたいのは、他の人だったら結構選んで考えるのよ。一応ね、できてるか分かんないけど、捉え方がね。そう。でも本当にもそうだけど、寮にも、それこそ寮の妻にも、ある程度そうなんだけど、あんまりなんて言うんだろう、それを考えないというか、もう思ったことストレートに、言葉選ばず、いちいちそれを考えずに、とりあえずバンって言うようにしてる。なんでかっていうと、そこで少しでも自分の気持ちというかさ、自分のその時思ったことを下手に隠そうとするというか、なんか包もうとすると、逆に伝わんなかったり、尾を引いたりすることを懸念して、なるべく言葉は選ばずにって言ったらあれだけど、でも思った通りすぐにポンって言ってみて、で話して、確かにそうだったかもねとかさ、になるから、確かにどんなことを伝えようとしてんのかがなんかね分かってきた。こんだけもう一緒に居続けたら、こういうことを多分伝えようとしてるんだな。そうなんだ。だから他の人に同じ量とかコツとかに言うのと同じ言い方をしたら、絶対にはって思われるだろうっていう言い方でも別にあんまりそこをあえて気にしないようにしてるというか、気にしないようにしてるわけじゃないんだけど、気にせずその時瞬間思ったことをそのまま言うようにはしてる。でもね、結局なんかこれは誰にでもそうなんだけど、なんかトラブルでさ、誰かと起きても、なんかね、すぐどうでもよくなっちゃうんだよね。そうだよね。もう2時間もすれば全然どうでもよくなっちゃうし、腹も立たないし、寝て起きたら忘れてるし、そんなこといちいち。だからこの年になって喧嘩ってシーンはな、いやする人はする人でちゃんと思いがあってするのかもしれないけど、我々はそうならないというだけで。そうだね。ないよね。どんなことでさ、言い合いになる可能性ないよな。多分言い合いに本気で言い合いになったら負けるもん。
勝てる気がしないし。負けるね。負ける。だって口上手だもん。口先から生まれてきたから。うん、ほんとそう。詰めてくるからやっぱり。攻撃なら勝てんじゃない？攻撃も怪しい。怪しい？でかいから。肉弾戦ってこと？いや、耐えれるでしょ。耐える側？痛みに弱すぎるから。そうだ。本当に痛いの嫌いだから。すぐ病院行きたいからいつも。そこだけマジで真逆だよ。真逆だね。すぐ病院行きたいってやばいでしょ。すぐ病院行きたい。ちょっと足くじいたらすぐ病院行くから。変になってるかもしれないから。こっちは骨折れても病院に行かないのに、ね、君は足をくじいたら病院に行く。そうだね。熱とかもそうだよね。うん。熱何度まで仕事できる？9度5分。9度5分？なんかただトラクター乗ってるだけの作業しかなかったから。言ってたかも。そう。カルチかボジか忘れたけど、でもやってさ、考えられない。1日やって、帰ってきたらなんかすんごい寒くて、感じたことないぐらい寒くて、夏だよ、真夏に。プルプルプル。すっごい寒くて、もう42度のお湯をお風呂に溜めて、ザーンって入ったんだけど、もうお風呂の中でも寒くてブルブル震えてた。よくわからん、あれはなんでか。いや、無理かけてんだよ、体。そうだよ。怪我とかさ、痛みっていうかね、その具合の悪さに、だいぶね。超弱いよ。弱いね。いや、なんかだるいなと思って、6度8分あったら、ちょっと悩む。悩むって何悩むの？寝込むか寝込まないか。6度8分で、7度になったらもう絶対仕事しない、俺。平熱じゃないかよ。もう、冷えピタ張って、寝る。それ平熱何度なの？平熱6度5分。じゃあ3度上がったらダメじゃん、もう。いつもそうなの。6度8分になった時はちょっと様子がおかしい。3度じゃねえ、0.3度。うるさいな。小数点が足りない。はいはい。いや、痛みとかもね。ちょっと冷房つけっか。熱くない？熱い。ほんと？骨折したことある？ない。無理しないもん、絶対俺。骨折ないな、一回もない。あ、そうなの？でさ、何回ある？何回指先砕けたことが2回ぐらいなんだけど、1回目は病院に連れてかれたのよ。で、レントゲン取られて、はい、もう指先が3本砕けてます。なったんだけど、2回目は、もう全く同じだったんだよね。爪も全部ぐちゃぐちゃになって、もう同じぐらいの痛みというか、なんかもう変な色になってさ、明らかに形もなんかおかしくなってたんだよね。前と一緒だから折れてんだろうなと思って、でも折れた時に、指先折れた時に、別に何か特別な処置があるかというと、ないんだよね。なんか変な硬いやつつけて、そうそう、終わり。でもこれだったら別に割り箸つけて、なんか巻いとけば同じだなと思って、そうと思って病院には行かなかったんだ。そういうのも折れてるって判断していいんだったら、まあまああるけど、5くらい ?5 くらいあるのかな？ 5 以上あるかもしれない。なんかさ、一時期さ、両手さ、3本ずつぐらい包帯ぐるぐる巻きで仕事した時あったよ。1回目の指先骨折。その機械に PTO なんか外そうとしてる時に野良猫がニャンって乗っかってきて、なんか離しちゃって挟まっちゃったんだよね。さすがにあれは痛いと思った。痛いよね。痛かった。痛くてってなった。そんなもん終わり？でもね、多分じゃあ思ってるほど痛くないと思う、骨折。何が一番痛いの？感じた一番の痛み？どこ折れたことあるっけ？腕と鎖骨と肋骨と指と。もんかな、でも。ここら辺？そこが痛いんじゃん。呼吸するために。でもここはね、なんかね、嫌だった。腕折れてたらさ、別に何にもしてなかったこうやってやってたら、まあ痛み忘れるというか、なんでもないんだけど、肋骨折れると、なんか歩いた時のこの振動も痛いし、この息を吸って吐くこの肺の動きでも痛くて、怖い。なんか変だなと思って、1ヶ月後ぐらいに病院行ったら、ほとんど治りかけで折れてたんだよね。すごいよね。ここが一番嫌だったかもしれない、骨折で言ったら。なんか不自由だった。車で事故ったことあって、もうエアバッグも全部出てバーンってぶつかって、もう確実に折れてると思って、ジムニーの時
ってもう動けない。折れてると思ってる。で、もう本当に折れてるし、もう歩くのもダメだから、と思って折れてると思ってるから、こうやってもう担がれて、向こうの親とかに、で病院行ってレントゲン取って軽い打撲だった。いい加減にしろ。めちゃくちゃ恥ずかしかった。妻のお母さんに息もできなかったんだけどね。マジ最悪だったよね。危ないことをしないようにしてる。ああ、まあそれはね。注射とか最悪。注射？これ危ないこと危ないことしないようにしてる、注射とか。子供の注射も見れない、俺。針が刺さってるやつが見れないから。なんで見れないの？今怖いよね。怖いよね。わかるわかる。自分じゃないのにってこと？自分じゃないのに。自分はもちろん見れないんだけど。なんかチクって感じが怖いよね。そう。痛そう。確かに痛そう。で、じゃあこうやって子供をされて。そう。こうやって予防接種とかの時。父さんどうしましたか？本当に量は痛みにだけはめちゃくちゃ弱い。めちゃくちゃ弱い。痛みと体調不良はもうね、すぐやられるよ。そう。風邪もひかないの、ほぼ。なかなかそう。だよね。だからね、ひかないからいいんだよね。で、なんかめちゃめちゃ脱線した気がするけど。めちゃめちゃ脱線したけど。何の話だっけこれ。機械、共有してますよっていう。はい、そうだね。そんな話だったね。機械を共有してるし、今だったら、今、ハウスに選果場を作って、ここは入れるんだもんね。乾燥場に。で、そういうのも全部シェアして、そうだね。っていう感じかな。農場ごとシェアしてるよね。でも畑はシェアしないんだもんね。それは別。畑をシェアするってなるとまたいろんな、なんかここがどれだけ良くてもまた別なね、いろんなことが絡んでくるから、名義だったりとか税金だったりとか、だからいずれはその畑をシェアというよりは畑で作る作物をシェアすることはあるかもしれないけど、てか多分そうなるんだけど、そうなんだ。でも畑の名義というかさ、持ち主自体をシェアすることは別に、メリットが特にない。デメリットの方がでかい。めんどくさいし。作物をこっちでまとめてバン作って、かぼちゃこっちで作って、あっちは芋でみたいな。そういう風になるってこと？土質が違うから、うちと4地とでは。だから、リスク分散のために、うちで半分、量で半分。みたいな感じのやり方はする。まとめはしない。なるほどです。そんなもんですかね。終了？はい。そしたら終わりまーす。あんまりなんか的を置いた回答ができなかった気がする。その質問の。もうちょっといく？いや、いいよ。大丈夫。だけど答えれないもんだって。やってないから。そこまでシェアっていう。でも自分たちはどういうのでっていうのが分かればいい。と思った。いや、ならいいんだけど。コメントに回答ってめっちゃいい。いやね、無限にできる。次は何ですか？